콘치 안녕하세요. 연정입니다. 今日は皆さんと動かない愛のチゲスンドゥブチゲ作りたいと思います。もう私が YouTuber 始めてからもうそろそろ1年になろうとしてます。その中でスンドゥブチゲはいち早く皆さんに紹介したものなんですけれども、皆さんもたまに古いアルバム見ながら、あ、こういう時があったな、あ、これ楽しかったねって記憶ありますよね。最近私の中ではこの1年間の韓国料理動画を1つ2つ見るようにしています。その中でやっぱりスンドゥブチゲは皆さんにたくさん見てもらいまして、またこれからもずっと皆さんが見てくださる愛されるスンドゥブチゲだと思うんですけれども、やっぱり1年前のスンドゥブチゲを見ると楽しみながらも、あ、ここはもうちょっとこういう風にすればよかったとか、あ、この時もうちょっと調味料の説明してあげればよかった、あ、ここでこの説明やっぱり素晴らしかったって言いながらも、自分の情熱と一緒にやっぱり1年かけてきた自分の成長とか心の余裕を感じるようになりました。それと一緒にやっぱりもう一回作ろう、皆さんにもうちょっと正確でもうちょっと楽しめる、あと最後には絶対不安が残らないスンドゥブチゲもう一回動画で皆さんに届けようというの気持ちになりました。スンドゥブチゲはいつも私が皆さんに伝えるのは、一つ一つキムチ味、豚肉味、豆腐味ではなく、キムチにもスンドゥブ味、豚肉にもスンドゥブ味、すべての具にスンドゥブ味で一つになった濃縮なチゲを作るこそスンドゥブチゲです。韓国で食べるとどこでも同じ味で美味しいスンドゥブチゲは日本でも違う国でも私でも皆さんでもどこの家でも作れます。腕じゃないです。コツを覚えるんです。そのコツを覚えて誰でも自慢できる、誰でも教えたくなるスンドゥブチゲの頂点に立つ味を一緒に作り上げていきましょう。자、 여러분 들어가시죠。 가시죠。 じゃあ材料見ましょうか。やっぱり豆腐は皆さん絹がスンドゥブチゲでしょ。キムチはやっぱりちょっとコクが出るので入れた方がいいんですけれども、なければ入れなくてもいいです。どっちかといったら熟成した酸っぱいキムチ入れましょうか。あと豚肉はひき肉でもいいですし、鶏肉でもいいですし、どんな肉でもいいです。たまには肉じゃなくツナ缶使ってツナ缶のスンドゥブチゲも美味しくなります。玉ねぎこんな感じでスライスして入れて、卵入るでしょ。あとここにえのき入れても美味しいですし、椎茸とかもいいと思います。あと欠かせないですね、アサリ入れてます。秋とか冬は牡蠣のスンドゥブチゲもよく作ってます。まずキムチ皆さん市販のものだったらそのまま使ってもいいと思う。これはちょっと長いでしょう。なので少し小さめに、このぐらいね、だいたいもう1センチぐらいの幅でちっちゃく切ってください。じゃあ肉はね、皆さんひき肉でもいいでしょ、切り落としでもいいでしょ。これは私ってね、肩ロースが好きなんですね。ちっちゃく切る。じゃじゃじゃーん、こんな感じで適当だけど小さめでしょ。玉ねぎは先適度に千切り、ネギはこれちょっと太めでしょ。なので普通に輪切りでもいいですし、私ちょっと太めなので半分切ってから少しボリュームがある半月にしました。輪切りでもいいよ。豆腐は切らない。豆腐はすくって入れた方がスンドゥブ味がします。じゃあここ見て皆さん、豚肉、玉ねぎ、キムチだけ入ってます。これで下味付けしといて少し時間を置いておくと、皆さんが望んでるスンドゥブ味の深さが出ると思います。小さいコツなんですけれども、これが大きく味を変えます。唐辛子、キムチ用の粗いでも調味料の細かいものでもどっちでもいい。辛さは皆さんは調節するんですよ。うちはちょっと気持ちいい辛さしたいのでもうちょっと入れます。ここにスンドゥブは赤いラー油みたいに唐辛子油が大事でしょ。なのでオリーブオイルでもサラダ油でも入れます。ニンニクおろし、みりん、料理酒があれば料理酒もちょっと入れて、ちょっとだけのコクのためにコチュジャン、あと塩味は
作りながら調節するものですので、まずここまでしてからもみもみ、皆さんこうにスプーンでやって出来上がりじゃなく、ちゃんといろんな味が染みるようにもみもみしましょう。豚肉にもキムチ味が移りますように、豚肉の油がキムチをコーティングしますようにって。これで10分置くだけでスンドゥブチゲの歴史が変わりますよ。10分置きながら話しますけれども、これ韓国の土鍋、可愛いでしょ。韓国食品のスーパーとかネットとかでも買えるんですけれども、このように下敷き用いてて700円800円ぐらいすると思います。1人前2人前のちっちゃいものから2人前から4人前の中間サイズ、でかいサイズのサムゲタン用もありますけれども、これが一番皆さん無難で使えるでしょう。もうね、700円の土鍋、私これ10年も使ってますよ。10分気持ちよく寝かせたので火つけますね。ここに見ても皆さん水分があんまりないでしょ。よーく炒めるこそまた美味しいスンドゥブチゲになりますので、まず土鍋に火が通るときちょっと時間かかります。なんかチーッと音がしたら若干弱火にして1分以上しっかり炒めましょう。それだけでも褒めたくなるスンドゥブチゲになります。もちろん鍋とか皆さんちっちゃい鍋があれば土鍋じゃなくても、あと日本は土鍋あるのでそういう土鍋でも味いい雰囲気出るでしょう。ちょっと音してきましたね。そしたら火ちょっと落ち着いた弱火にしましょう。で炒めながら不安になる方もいる。その方だったらちょっとだけ水入れていいですよ。これから入れるだし汁をちょっと大さじ2ぐらいだけ入れて炒めると心に余裕できるでしょう。このようにね、スープないけどある程度とろみがあるから炒めやすいと思う。今日は皆さんスープはだし汁使いますけれども、韓国のだし汁はもう全てが煮干しと昆布のだし汁です。スンドゥブの最後にだし汁作り方見てみてください。もしない時には足した小さじ1ぐらい入れれば美味しくなる。焦げないように皆さん見るとね、この真ん中だけ一生懸命やる方いる。全体的にこの鍋の横とか味付けが焦げないように取りながらやっていきます。じゃあ5分に皆さん2分炒めたらだし汁入れますけれども、ここと皆さんと私の差だと思う。だし汁いっぱい入れないスンドゥブチゲというの鍋料理なんですけれども、いっぱい入れないごと具がいっぱいある感じで入れてみましょうね。まずチゲは旨味が出るようにブツ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 って煮立ててみましょう。皆さん火がどんどん元気よくなってきましたね。どんな土鍋でもやっぱりこぼれやすくなりますので、火が今みたいに通ってきたら中火入れ若干弱火でも元気よくブツブツしてくれます。でこれでもう沸騰してるから豆腐入れよう、あさり入れようじゃなく、このまま旨味が出るようにちょっと煮立てましょう。今結構弱火にしてるんですね。それでもこんなブツブツなってますので、この状態で3分4分しっかり煮立てます。じゃあ皆さんスンドゥブチゲをね煮立てながらこの最後の塩味説明しますね。カナリエキス、イワシエキス、キムチつける時に欠かせない韓国の魚エキスでしょ。持ってない？そしたらナンプラーでもいいです。スンドゥブには一番定番なものはこういう網の塩から使いますけれども、持ってない方多いでしょう。そしたらさっき言ったナンプラーとかカナリエキスとかそれもない、そしたら塩だけでも美味しくなりますからね。網の塩辛って汁も結構あると思います。結構しょっぱいのでなるべくちょっとこうに絞ってね網を入れましょう。それがもっとコクがあって美味しくなります。あと皆さん網とかは冷凍保存ですよ。塩気が多いので凍ったりしません。そしたら1年以上食べるので、1個もし見かけたら思い切って網の塩辛買ってみて、これからキムチもつけてみましょう。じゃあ今3分ぐらいやってちょっと味見します。あさりも入れてないのに今からも美味しくなっています。じゃあそしたらネギ、豆腐はここにスプーンで入れましょう。ここに大きく
やっぱりスンドゥブチゲって豆腐美味しいので、好きな方は200より少し多めでもいいと思います。今豆腐入れたので、もうちょっと火上げました。今みたいに火の微調節もとても大事。豆腐にも少しだけ味が染みるように 2,3 分煮立てます。家の中がスンドゥブ香りで幸せですね。しっかり炒めることで、これ見て皆さん、真っ赤なラー油みたいな青い唐辛子油も浮いてきましたね。ここでアサリは最後に入れても出汁しっかり出ます。なので入れて口が開けたら終わる感じにしましょう。アサリ入れたら火ちょっと上げる。で、玉ねぎに優しく混ぜましょう。豆腐皆さん潰さないようにね、気をつけながら。今日はね、280ml です。280でもしっかりスープもあるでしょ。これが少しずつ食べながら冷めていくと、スープと具が一緒の量で、食べ終わるとスープもほぼなくなる。それがスンドゥブチゲです。皆さん開いてきましたね。そしたら味見。今日は網の塩辛入れるけど、網の塩辛ない方、かなりエキスナンプラーで自分の味よりちょっと濃い味の塩加減合わせてみて。なるべく網だけ持ってきました。じゃあ入れます。ちょうどいい。ハイライトの卵を入れます。卵入れたら1分でいいと思います。こういう風に入れたら火ちょっとだけ弱火にして、さっき言ったこの下敷きが韓国は蓋になります。そしたら卵も美味しくなってます。じゃあどれどれ。えのき今入れても皆さん火完全に通ります。そこに春菊とかあれば、最後にはネギもちょっと乗せて、好みでごま油少しかけると具だくさんで味が濃くて、全ての具からスンドゥブ味がする本場のスンドゥブチゲ。皆さんもできます。ぜひポイント掴んで作ってみてくださいね。最後までありがとうございます。次はもっと楽しい韓国料理一緒にやりましょう。그럼 안녕해요。韓国の基本のだし汁の取り方です。韓国は基本ね、煮干しでやります。なんで煮干しと昆布、まろやかな味を足すために長ネギの青いところを入れるといいですけれども、青い長ネギがない時には玉ねぎを 100g ぐらい入れるといいですよ。もし人参とかちょっと残った時にそれ一緒に入れるのもいいでしょう。煮干しはね、サイズがちょっとバラバラになってるけど、皆さんが普通にスーパーで買ってる中サイズの煮干しを20個ぐらい入れればいいと思います。あと昆布は測ってやりましょう。10g あればいいでしょう。もちろん温取ってやるのもいいですよ。でも私はそのままずっと入れてきたので、そのまま入れてやります。だし汁の水は 1.5 リットルから2リットルでいいでしょう。ネギも割って入れます。煮干し、昆布もちょっと長かったらカットして入れましょう。じゃあこれで沸騰するまで強火です。沸騰してきたら火をやや弱火。この表面見てね、皆さん、この少しはブツ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 する感じにして、ここから蓋閉めて15分やります。じゃあ15分経ちました。皆さん、これね、やや弱火でも、これ表面見て、これ覚えてくださいね。今みたいにグツ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 、少し元気いいでしょ。このままずっと15分です。火消します。色も見ましょう。この色ならもう納得。このスープがあれば、スンドゥブチゲとか、韓国の天ジャンチゲ、キムチチゲ、カルグクス、何でも美味しいスープ料理、麺料理できます。これが韓国料理のどこでも使える煮干しと昆布のだし汁です。